組み合わさってる。両方エフェクト全部オフにしますね。はい、どうも始まりました。今回はですね、こちらにあります BOSS GT1 だとか Zoom G14 といった入門編のマルチエフェクターだとなんだかちょっと物足りなくなってきたなだとか、あるいはこういったマルチ持ってるんだけども他のコンパクトエフェクターと組み合わせて使ってみたい、その接続方法や使い方、メリット、そういったものをお伝えしていきたいなと思います。動画の後半には中級者や上級者の方が気になる音痩せの比較についてもやっていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。はい、じゃあやっていきましょう。1台目のエフェクター、こういったマルチエフェクターをまず買って使っているっていう方結構いらっしゃると思います。いろんな音出せてとっても便利ですけれども、大抵途中でもうちょっと違う音出したいなだとか、サウンドのグレードアップを図りたいなみたいなことになってくるんですよね。そうなってきた時におすすめなのが、歪みペダルを買い足すっていうやり方です。今日はこちらにあるライムトンオーディオのジャッカル使っていきたいなと思います。つなぎ方なんですけれども、結構シンプルで、楽器の後に歪みエフェクター、そしてその後にマルチエフェクターにつないでからアンプっていう風につなぐのがおすすめです。これ理由としては、マルチエフェクターの中に入ってる大半のエフェクターは歪みよりも後にかけるものの方が多いからっていう理由ですね。コーラスだとかディレイ、リバーブ、そういったものを後からかけてアンプに送るっていう感じになります。中にはオクターバだとかハーモナイザーみたいな歪みの前にかけたいっていうものも出てくると思いますけれども、そういった時についてはこっちの歪みはオフにして、その時だけはこの GT1 の中で音を完結させるっていうことをすれば、この接続順でも全然大丈夫っていう形になります。はい、繋がりました。パッと見複雑に見えますけれども、今説明した通り、このジャッカルの後にマルチエフェクターっていう順番で繋いでます。で、今回この BOSS と Zoom を比較してこう聞いていきたいなと思ったので、ライムトーンオーディオのライムトーンベースっていう製品の中に、このループがありまして、そのループにそれぞれ入れてます。ここのフットスイッチでこれを押すと GT1 が繋がるし、こっちを押すと G14 が繋がるっていう形のセッティングにしています。じゃあまず、繋いでないジャッカルだけの音ですね。こんな感じで、おー、今まで弾いてたエフェクターの音とちょっと違うみたいな感じでテンション上がりますよね。で、これだけだと、歪みしかできないので、繋いでみましょうか、GT1。じゃあ、まずは、ディレイ、繋いでみますね。ディレイだけ入れると、おっいい感じ組み合わさってるって、これが楽しいんですよね。エフェクター組み合わせて使う。じゃあリバーブもオンにしちゃいますね。完璧やん。なんかね、この本当に GT1 で作れた音とはまたちょっと違う音が他のエフェクターを組み合わせることによって作れるんだけれども、そのね、このいいとこ取りみたいな感じでね、空間系だけこっちでかけたりみたいなことができますね。じゃあせっかくなんで G14 も行ってみましょうか。ほい。ディレイだけ行ってみる？ディレイ。お。リバーブかけて。いい感じ。ああ、なるほどね。ちょっとこう、ズーム感あるなって僕はね、よく知ってるんで思ったんですけども、ジャッカルってね、ここのセッティングで結構音がね、変わるんですよ。わかります？ジャッカルの後にこのどっちを通るかによって、やっぱりその音全体も変わってくるんですね。ここが結構面白くて、ボスはね、なんかボスのなんか感じがするし、わかります？これズーム。
かりにくいですかね。でもね、これね、僕ね、この違いとかすごい楽しいんですよね。まあちょっと今の話はマニアックでしたけども、こういった形で使っていけるって感じですね。なのでこうやって考えると、なんだろうな、この初め、ズームかボスかどっち買った方がいいですかみたいな質問も結構いただくんですけども、やっぱり1台目ってね、自分がこうパッと見て、見た目かっこいいだとか、もしくはこんくらいのサイズの方が嬉しいだとか、あとはこの切り替えするスイッチが何個くらいついてた方が便利そうだとか、なんかその辺のフィーリングで選んでもらって全然 OK だと、こういう風に検証するとなおのこと思いますよね。なのでね、1台目はもう好きなマルチを買って、その後また好きなエフェクターを買ってっていう風にね、やっていくと良さそうですね。さてお次はですね、とはいえ通すことによってどれくらい音変わるのかっていうか変わっちゃうのかみたいなところも、これもね、せっかくの機会なんで確認していこうかと思います。じゃあ両方エフェクト全部オフにしますね。はい、オフです。で、今はジャッカルだけ。GT1 通します。変わったの分かりました？これなんですよ。いい悪いとかじゃなくて、マルチエフェクターを通すと、こういうちょっとなんだろうな、変わるんですよ。デジタルに一回なってるってことと、やっぱりこのプロセッサーのカラーが出るので、ズームも言ってみますね。じゃもう一回オフ。これが僕個人的にはあんまり好きじゃなくて、ジャッカル単体で行くときはマルチエフェクターのこのテイストは別に加わらなくてよくて、でディレイとかが鳴ったときはなんだろうな、エフェクトが鳴ってるっていう音形の方が全然大きいので、その時はもちろんね通していいんですけれども、でそういう時はこういったライムトーンベースみたいな機器、あるいはスイッチャーみたいな機器でプロセッサーにそもそもいかないようにするっていう風なセッティングをすると、なお上級者向けっていうかこだわってる人向けな設定かなと思いますけれども、でもどうだろうね、なんかそんなに気にしてないよ、今の差が全然気になりませんみたいな方はもちろんね直列でつないでやっていただいていいんですけども、いやこれちょっとクランチっぽいのもやってみます。あ、これ GT1 これいいな。でこれにリバーブとかモジュレーションかけてもありじゃん。なるほどね。ズームはズームでなんかズームな感じがするね。なるほどね。今回 G1.4 でやってますけれども、マルチストンプだともう少し明るいキャラクターになるので、その辺はね、持ってる人がいたらどうだろうみたいに自分でやってみても面白いんじゃないかなと。一応やっとくそうだよな。やっといた方がいいよな。じゃあ急遽予定なかったけど、マルチストンプのバイパス。あ、こっちの方が明るいですね、やっぱり。こっちの方が新しいんでね。じゃあ最後にコンパクトエフェクターと比較したらどうなのか、これもやってみたいなと思います。ディレイで比較しようと思ってるんですけども、同じボスのこの GT1 とこの DD3T とどう違うのかだとか、他のメーカー、これライムトーンオーディオのバディっていうディレイなんですけども、最後にそれを検証してみたいなと思います。はい、じゃあまずはボス同士を比較という形で、初めに GT1 を弾いて、その後すかさず DD3T のこのコンパクトを弾きます。皆さんに注目していただきたいのは、ディレイ音ってね、後ろにこうついてくるディレイ音っていうよりかは、どっちかっていうと原音、この原音のアタック感だとか、なんだろうな、ふくよかさみたいなところをどれくらい違うかっていうのをね、比較してもらえればと思います。どうでした？このコンパクトの DD3T ってちょっとね、角がね、いい感じにね、丸くまろやかになって、デジタルディレイなんだけれども、なんかね、優しいんですよ。弾いてて、こっちの方が弾きやすかったです。変な角が立たないから、この GT1 ってさっき言ったこのキラッとした感じあるんですよ。なんかちょっと尖ってるっていうか、この DD3T だと、
こうね、なんかいい感じに丸くトリートメントしてくれてるので、弾きやすかったなっていうのはちょっとあったんですけども、これ人によっては、全然違わなくね、じゃあもうこのマルチの方が良くない？いろんな音も出せるし、いろいろ記憶できるしって思った方は、この GT1 がね、いいと思います。じゃあ続いてバディ行ってみます。また違ったね、感じ。別メーカー。ライブとオーディオ、別メーカーなんで、またスタイルが違うというかね。バディを持ってきた理由としては、この動画でも説明してるんですけども、原音がデジタルに変換されないんですよね。簡単に言うと、このジャッカルの音が割とそのままもうアンプまで運ばれるっていう感じなので、GT1 だと、という感じでいろいろ比較してきましたけれども、こんくらいの違いだったら僕はもうずっとマルチで行こうって思った方もいらっしゃると思いますし、もしくは一個一個ステップアップっていうか入れ替えていくのが楽しそうと思った方もいらっしゃるかと思います。ぜひ皆さんのお好みのエフェクター見つけていただければと思います。今回の動画良かったって方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお待ちしております。そしてコメントもね、ぜひね、今回の動画すごい気になるんで、ぜひ気軽に書いてみてください。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。